遠方まで出張に行かなければならなくなった私。幼い娘を置いていかねばならず、私はとても心配していた。夫の清人が子供の面倒を見ると有給を取ってくれたが、家事や育児が得意でない彼に不安が残ったのだ。そんなことから必死に仕事をし、2泊3日を1泊2日に短縮させることに成功。急いで家に帰宅した。しかし家には娘の凛花が一人。清人の姿はどこにもない。パパは？パパはどこかに行っちゃった。ママが出かけてからすぐにお仕事だって言っていなくなっちゃったよ。まさかの事態に私は目を丸くする。夫は幼い娘を一人放置し、どこかへ出かけてしまっていたのだった。私の名前はアスカ。現在、2人目の子供を妊娠中の29歳だ。私が大きくなったお腹をさすると、娘の凛花もお腹をさすってくれた。弟かな？妹かな？凛花は嬉しそうに笑う。私はそんな娘に目を細め、幸せをかみしめるのだ。今はこんなに幸福で、穏やかな生活だけれど、数年前は人生のどん底にいた私。私はその当時のことを思い出す。悲しく辛かったあの時を。当時、私は結婚して3ヶ月の新婚で、幸せの絶頂と言ってもいいほどの時期だった。夫とは大学時代に知り合い、3年の交際を経て結婚。結婚のきっかけは私が妊娠したからで、いわゆる授かり婚というものだ。産婦人科でエコー写真をもらい、彼の仕事が終わるとその報告へ行った。どう言われるのだろう。そんな不安を少し感じながら、私は彼に妊娠報告をする。すると彼、小野寺清人は本当に嬉しそうな顔をして喜んでくれた。その顔を見てほっとするのと同時に、この人となら一生楽しく幸福に暮らしていけるだろうと思ったのを覚えている。彼は私に結婚しようと言ってくれ、私は目に涙をにじませながらうなずいたのだった。それから私たちは小さな教会でささやかな結婚式を挙げ、永遠を誓い合った。そうして半年後、無事に子供を出産。健康で元気な女の子を私は出産した。会社の産休制度を利用させてもらい、1年間子育てに明け暮れた私だったが、子供が1歳になる頃には仕事に復帰。それからの私は育児と仕事と家事に追われ、恐ろしく忙しい毎日を送ることに。けれど全然苦ではなかったのだ。娘の凛花のためだと思えば頑張れる。それに夫の清人もいろいろとフォローしてくれたので心強かった。清人と私には夢があり、それはマイホームを建てること。それを実現させるため、私はどんなに忙しくとも弱音も愚痴も吐かずに毎日を必死に走り抜けた。その甲斐もあってか、凛花が5歳の頃に夢のマイホームが完成したのだ。マイホームが完成すると、それを自慢したいのか何なのか、夫はちょこちょこ同僚を連れてくるようになる。宅飲みだと言って家で飲むことが多くなり、私はその度におつまみを作って振る舞うようにした。家事に育児に仕事に、そして宅飲みのつまみの用意まで。確かに大変ではあったが、清人のためである。その日も清人が連れてきた同僚につまみを振る舞う。そうして凛花を寝かしつけるために2階へと行ったのだが、リビングに戻ってくると、肝心の清人が泥酔し眠りこけてしまっていた。あら、寝ちゃったの？私は目を瞬かせ、何度か家に来ている佐々木さんを見る。佐々木さんもかなり酔ってはいたが、すみませんと頭を下げた。いえいえ、全然。
佐々木さんも結構酔ってますよね。タクシーでも呼びましょうか？いえ、少し酔いを覚まして歩いて帰ります。佐々木さんがそう言うので、私は、じゃあお水でもと言い、キッチンに入ってコップに水を注いだ。そうして彼の前に置くと、ご迷惑をおかけしてすみませんと舌足らずに言う。かなり酔っているようだ。佐々木さん結構酔ってますし、タクシーで帰った方がいいんじゃないかしら。いえ、大丈夫です。でも何かあったら大変ですし。それでも大丈夫だというので、私はせめても酔いさましにと味噌汁でも作ろうかと提案する。すると佐々木さんが、やっぱり小野寺はあなたを選んで正解だったというのだ。私はえっと首をかしげる。最初はまさかあなたの方を選ぶとは思わなかったんですけどね。あなたの方、あなたを選ぶ。その言い方だと私以外の誰かも花嫁候補に上がっていたということになる。そんなことは聞いていない。気配すら感じていなかった。私は酔っ払って船を漕ぎ始めている佐々木さんにどういうことと詰め寄る。佐々木さんは酒でぼんやりとしていたけれど、私の形相を見て徐々に酔いが覚めていったのだろう。最終的には顔を真っ青にしていた。自分の失言に気づいたのだ。けれどもう遅い。言葉にしてしまったものはもう戻すことも消すこともできない。私は佐々木さんを問い詰める。佐々木さんは内緒にしてくださいと言い、そうして結婚前のことですし、今の小野寺は変わったと思うので、どうか勘弁してやってくださいと前置きを置いた。実は、と彼が話し始める。佐々木さんの話によると、清人は私と結婚する前に会社のマドンナ的存在であるレーナという女性と付き合っていたらしい。聞けばどうやら私の交際期間とかぶっているようだ。美人で妖艶な彼女のことをずっと狙っていたのだそうで、清人の方からアプローチしていたらしい。私と交際している時にもレーナさんにアプローチし、念願かなって交際へと発展。私とレーナさんの二股が始まったのだ。そんなに好きだったならどうして私なんかと付き合ってたの？私は疑問を口にする。すると佐々木さんは、多分、と口ごもりながら言った。レーナさんはモテるから、本気にされてないって思ってたんだと、遊ばれているのかもしれないって。どうやら清人は私を滑り止めのように使っていたらしい。私がショックで呆然としていると、佐々木さんが慌てて、でも、と言った。小野寺はあなたを選んだんだし、過去のことですよ。こんなにできた奥さんで可愛い子供も生まれて、彼女のことなんてもう忘れてますよ。確かに、と私はうなずく。ショックではあるが、気づかなかった私も悪いし、過去のことなのだ。今更蒸し返したところで何にもならない。もやもやは残るものの、私は黙っておくことにした。今のこの幸せを自ら壊すようなことはしたくないと、そう思ったのである。そんなことがあった矢先、私は仕事で2泊3日の出張に行くことが決まった。結構な遠方への出張である。出産後の出張はこれが初めてで、凛花が心配だったが、清人が大丈夫だよという。俺が有給を取るよ。そろそろ有給を消化したいし、それに凛花のそばにいてあげたいしね。彼は有給申請をして凛花の面倒を見ると言ってくれた。その優しさと娘を思う気持ちに私の中のモヤモヤが薄れていく。レーナさんとのことは消せないけれど、やはり過去は過去なのだ。私は清人にありがとうと言う。すると清人は笑って、どういたしまして、
気をつけて行ってきてねと微笑んだのであった。かくして私は出張に出かけたわけだが、仕事に集中することができずにいる。やはり娘のことが心配だったのだ。清人がいるとはいえ、幼い娘のことが心配で仕方ない。彼はよくやってくれているのだろうけれど、もともとそんなに家事が得意なタイプではないので不安が募る。ちゃんとご飯食べてるかな。洗濯は私が帰ったらやるって言っておいたけど大丈夫かな。仕事の最中にそんなことを考えてはぼんやりとしてしまう。このままではいけない。そう思った私は睡眠時間や休憩時間を削り、早く仕事を終わらせることに。その甲斐あってか2泊3日の出張を私は1泊2日で切り上げることに成功した。私は急いで夫と娘の待つマイホームへと帰るのであった。しかし家に着くとまさかの光景に私は驚愕することに。家には娘一人しかいなかった。娘を見ているはずの清人はどこにもいない。どういうことなのかと私は凛花に尋ねる。凛花、パパはどこに行ったの？凛花は暗い顔をしてボソボソと喋り始めた。パパはどこかに行っちゃった。ママが出かけてからすぐにお仕事だって言っていなくなっちゃったよ。ポロポロと凛花が涙をこぼす。私は凛花を抱きしめ、ごめんねと謝った。心細かったのだろう。小さく震えている。それはそうだ。まだ凛花は5歳なのだ。5歳の子供を家に一人残すなんてありえない。食事は置いていってくれたらしいが、そういう問題ではない。娘の気持ちを考えたら涙が出てきた。とりあえず清人に電話しよう。私はそう考えると彼に電話をかけてみる。すると清人はあっさりと通話に出たではないか。怒鳴ってやりたい気持ちは山々だが、怒りを爆発させて面倒なことにはしたくない。私は気持ちを抑え、努めて穏やかに彼に話しかける。どうやら清人は私がまだ出張中だと思ったらしく、出張はどうと尋ねてきた。え？明日の何時頃に帰ってくるの？俺たちも旅行中なんだ。旅行？誰と？そんなの凛花に決まってるじゃないか。凛花は私の隣にいるのに、彼は何を言っているのだろう。しかし清人は、せっかくの休みだから俺も凛花と旅行しようと思ってと話を勝手に進めていく。今いるのは某テーマパークだと彼は言い、私はそう分かったわと言う。そうして何も言わぬまま通話を終了させた。なぜ何も言わなかったのか。それは私の女の勘が働いたからだ。きっとこれは浮気旅行に違いない。そう私の第六感が言っている。私はすぐにスマホで清人の SNS のページに飛んだ。そうして彼のフォロワー内からレイナという名前の女を見つけ出す。清人が某 SNS をやっていることを私は知っていて、もしかしたらレイナさんがいるかもと思ったのだ。早速レイナさんのページに飛んでみる。するとそこには某テーマパークに行っているという投稿があった。やっぱりこの人だ。さらに裏付けを取ろうと私は佐々木さんに連絡をし確認してみることに。レイナさんが休みかどうかを聞くと、佐々木さんは最初、もう深追いをするのはやめた方がいいという。自分が口を滑らせてしまった引け目を感じ、これ以上は答えられないと言った。佐々木さんは本来真面目な性格で正義感の強い人なのだろう。お酒のせいで口を滑らせ、私や清人にいらぬ心配や迷惑をかけたことを後悔しているようだ。しかし私が理由を話すと、佐々木さんは
なんだって?と清人に対し怒りをあらわにした。幼い娘さんを置き去りにして浮気を楽しんでいるだなんて信じられない。彼は、そんなやつだなんて思わなかったと声を荒げる。私だってそんな人だとは思いたくなかったと言い、私たち親子のためだと思って教えてほしいと佐々木さんに懇願した。すると佐々木さんは玲奈さんが有給を申請し、昨日から休んでいるという。やっぱりと私はため息をついた。佐々木さんは今は続いていないと思っていたと私に謝る。どうして佐々木さんが謝るのかと私が言うと、余計なことを言ってしまって、しかもこんなことにまでと彼は言った。あなたは悪くない。悪いのは自分の欲求のために娘を一人で放置した清人なんですから。もう終わった話だとばかり思っていました。それなのにまだ付き合っていたとは。玲奈さんも結婚したことや子供がいることを知っていたはずなのに。嘘がバレていないと思い、玲奈さんと今頃楽しく不倫旅行を楽しんでいる清人。そうして妻帯者であることを知っているのに、旅行に行ってそれを SNS で自慢する玲奈さんもどちらも最低だ。SNS の写真をよく見てみると、満面の笑みを浮かべる玲奈さんの肩には清人の手らしきものが映り込んでいる。結婚指輪を外していない、その手が何よりの証拠になってしまった。二人で特注でオーダーした指輪は一点物で、どう見ても清人のものだった。二人でデザインを考えて、ああでもない、こうでもないと楽しく話し合った頃が懐かしい。あの時ですら私に嘘をついていたのだろう。見えないところに玲奈さんがいたのだ。彼が用事だと出て行ったのはすべて玲奈さんと会うためだったのかと悲しくなってくる。本当に最低です。佐々木さんは電話越しで清人に対し怒りをあらわにした。あなたがいつも一生懸命だったのを僕は見ていました。自分もこんなに優しくて親切な嫁が欲しいっていつも思ってたんですよ。それなのにこんな裏切りあんまりだ。佐々木さんは清人を軽蔑すると言った。私は家を出る旨を告げ電話を切る。佐々木さんは心配していたが、とりあえずいろいろ落ち着いたらまた連絡すると約束した。直後、私は必要最低限の荷造りをし始める。タンスから数日分の着替えを出していると、悲しみや怒りがあふれてきた。この部屋も、この家も、全部が私たちの夢だったのだ。私たちが作った家なのに、なぜこんな気持ちで出ていかなければならないのか。今では清人との思い出すべてに、あの時も玲奈さんがと考えてしまう。マイホームを作ることも彼女に伝えていたのだろうか。もしかしたらこの家のどこかに彼女のアドバイスが反映されているかもしれない。私は衝動的にタンスの中のものをぶちまける。どこに向けたらいいかわからない怒りが爆発してしまったのだ。どうして、どうして、どうして。気がつけば部屋中をぐちゃぐちゃにし、私は佇んでいた。そうして部屋をそのまま片付けず、私は娘を連れて実家に帰ったのだった。翌日、慌てた様子の清人が電話をかけてきた。家に空き巣が入ったみたいだ。それに凛花もいなくなってる。彼は慌てふためき反響欄になっている。しかし私は冷静に、どういうこと？凛花と一緒に旅行に行ってたんでしょと尋ねた。しかし清人は、早く帰ってきてくれの一点張りだ。私はため息をつき、凛花なら私の隣にいるわよと伝える。もうその家には帰りません。あとは弁護士を通してお話ししましょう。そうピシャリと言って電話を切った。その後、佐々木くんが清人のパソコンから
旅行先やホテル名を確認したと連絡が来た。清人は会社のパソコンから不倫旅行の予約をしていたのだ。レイナさんとメッセージのやり取りもしていたようで、様々な証拠が上がってきた。私は協力してくれた佐々木さんに感謝する。やはり清人とレイナさんはずっと不倫関係を続けてきたようだ。有給を取る日程はいつも同じで、彼が私たち家族に嘘をついて、秘密裏に旅行に行っていた回数は片手の指を超えていた。私はそれを見聞きしていろいろと吹っ切れていく。もう未練はないと二人を断罪するため動き出したのだった。その後、私は清人と離婚。清人とレイナさんにはきっちり慰謝料を請求し、罪を償ってもらうつもりだ。二人が不倫していたことを会社に報告し、私はしかるべき対応をするよう要請。その結果、不倫の事実が広まり、清人とレイナさんは肩身の狭い思いをし、そのままクビになったとのことだ。二人はそのまま破局したらしいと聞くが、どうでもいいことである。もう私は関係ないのだから。私はしばらく実家で暮らし、穏やかな生活を送るよう心がけた。離婚や弁護士とのやりとり、少し疲れてしまった私は休息が必要だったのだ。そんな中、佐々木さんは私を心配し、頻繁に連絡をくれた。私の心を支えてくれて、メンタルを回復させてくれたのは彼だ。離婚した時、もう結婚なんかしたくないとそう思っていた。けれど、その後5年間も佐々木さんはずっとそばで支えてくれ続けた。娘のことも可愛がってくれて、いつしか私は彼に惹かれるように。そうして彼から受けたプロポーズ。私はもう一度人を信用してもいいのかもしれない。そう思い、プロポーズを受けることにした。半年前、私と佐々木さんは夫婦になり、今は幸せにあふれている。辛い経験をした私だけれど、本当に信頼できる人、愛してくれる人を見つけることができた。二人目の子供をお腹に宿し、それまで以上の幸せがやってくると私はそう信じている。そうして今度こそ家族を守っていこうとそう思うのだ。